高山ラーメン。人の良さが出てますね、この間。醤油ベースですごい美味しい。煮卵が美味しいですね。深みが感じられてすごい美味しい。濃いけど別にそんななんかこってりじゃないし、さっぱりしてるから。お待たせしました。ちょっと熱いので気をつけてください。醤油味の濃いですよ。美味しかったですよ。有名店でずっと来たかったんですけど、ナンバーワンって書いてある。びっくりするほどあっさりで、深さというか濃さみたいなのがあって。めっちゃ美味しいですよ。愛がこもってる。さっぱりでシンプルなんですけど美味しいです。はい、ごめんなさい。お願いします。一人一人大切にしてくれるもんで、田舎の濃いやつ、そういうのがちょっともう病みつきになって。やっぱりここまで来ないと食べれないっていうそういうのがあります。これはいいよ。うん。してこっちは。おはようございます。すいません、早速お邪魔してて。親がようほら何があったかは聞いてないけど、そうですね、まあまあ使いますね、やっぱ豚何匹分やっていうね。そうですね、1.5 倍からまあ多い時だとまあそうですね、まあ倍まで考えるとそうやな、倍近くは行くことあるっすね、やっぱ。別にうちの大将曰くこだわりはないっていうのはうちのこだわりやって言うんで下そうなんうちのこだわりがあるとしたらやっぱりお客さんへのその接し方、はい、対応やっぱそこじゃないですかね。もうそこがなければやっぱりやっぱお客さんも楽しくないやろうっつって、うまかろうがまずかろうが、っていうのがあの人の考えなんで、まあ俺もそうやなと思うし、実際言うてラーメン屋なんで
なんやろ、活気って大事じゃないですか。はい。やっぱそういうのがなくなったらおしまいかな。別に難しいこととかなしとらんけど、なんか何いつも通りやっとるつもりやけどな、そんな言うほど、特になんかめちゃくちゃやべえ気をつけようとか、こういうのをマニュアル化してしっかりやっとこうとか、そういうのはあんま個人個人それぞれ対応違うし逆に好きなようにお互いお客さんと接しとるんでまあ自由っすよ、ある意味。だからその分そういう自由度がある分、逆に言うとちょっとなんていうんですかね、お客さんとどんだけ会話というか、まあコミュニケーションですよね、取れるかなっていうのはやっぱあると思うんですけど、それってめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、当たり前なんですけど、何気に結構できないんで、どのお店でも。ですよね。あ、いいですかみたいな感じで入ってる、あるじゃないですか。ここ扉開けていいかなとか、入り口入っていいかなみたいな。お客さんが在外性って思われる方って自分でもやっぱ思うんで、なんですかね。まあでもやっぱそういうなんか最低限やと思うんですけど、別にやったとか、まあ、小難しいことはしとるつもりがなかった。誰でもできるってやつです。いやー、それが誰にもできないですね。だから謎なんですよね。手を洗ってくれたり。ただ今年いっぱいでとりあえず一旦岐阜出るんで、僕のような年寄りを置いて出てっちゃうんですよ、この子。出てきます。辛辣な言葉出てきます。そうですね。これが本元のスープね。はい。そうですね。こっちはもう本当にだし取る量だけですよ。オッケー、ありがとう。で、止まったやつをこっちに移して。はい。これはスープと醤油を煮込んだやつになるんですよ。分かるね。3時間だよ。分かるよな。あれもうそういうのタコ入れなさい。入れたよ。これ相当うわ長いな。相当大変でした。だから早い腰。もうハムじゃねえもんなこれ。確かに。鱗つけていいですよ。あれ腕やったっけ？俺でも1年も経って持ってなかった。そんなことっていう最後ぐらいすぐらしかった。でもなんか今日ね気がいい。全部びっくりだった。1年かと思ったよ。うわぁ、待ってくれな。いや、本当にそうだ。覚えてません。あ、でも。稽古とか。見せないで。あれね、ストーリー。もうそうですね。ちょっと話してくれたんで。痛かったですけど。痛かった。久々なんでやってみたかった。
大でカウンターでまず4ついければ。オッケーオッケー。チャリ上げるわ。よし、じゃあ、結構だろうな。名誉しながらやる。ちゃんとそっちの方でやって頑張ってる。一個のから教えてくれたんです。もうこの目指せるやつ取れんでもみんなで話して。とりあえずバーン飲んで、これ飲んだら教えてくれたんです。もうちょっと飲んで。しました。3名様入ります。10秒。Thank you。はい、お待たせ皆さん、看板こちらでお願いします。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、どうぞ。はい、すみません、お待たせしました。はい、どうぞ。すみません、皆さん、一番にあれです。うちには何もないし。第一弾で卵2つずつ。やる。お、みんな。ジュワさん何に大好きだ。3つ入ったら4つになります。ではすみません、ありがとうございます。波の卵によろしいですか。大盛りの卵ならちょっと熱いですね。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。どうぞ。すみません、お待たせしましたね。ありがとうございます。はい、お待たせしました。どうぞ。あ、今帰るわ。一回帰るわ。ギリギリだな。あると思ったけどない。どうぞ。うまいこと邪魔ないな。いいか。
しました。お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。すごいですね。4ドルで12個入ってるドーナツが1週間されてたね。あ、いいかもな。じゃあすいません、ありがとうございます。お疲れ様でした。これも一回テーマでもう一回どうね。はい、どうぞ、お待たせしました。どうぞ。でも何2つです。ダイナミな第2で入りますよ。ありがとうございます。ではすいません。すいません。すいません。ではすいません。ご注文の確認ですが、波を2つと卵を2つということで。熱すぎて。はい、どうもありがとうございます。はい、ごめんなさい。お願いします。大盛りの卵。あ、そうなんです。歌熱いのでね、気をつけてくださいね。ありがとうございます。お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。すみません、お待たせしました。大盛りで卵2つ入りですね。お願いします。ゆっくりください。ありがとうございました。どうもした。すみません、早くすみません、ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。すみません、ありがとうございましたね。美味しかったですよ。煮卵が美味しいですね。ちょっとまあ味の醤油味の濃いところ。美味しいです。さっぱりでシンプルなんですけど、すごい美味しいです。やっぱ食べないと帰れないですね。美味しいです。すみません、本当あれでしたね。寄っていただいてすみません。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。大盛りに食べていらっしゃる。同級生。2時間、電車で2時間半かけてここまで来るんです。まずここへ来なかった。あっさりの、ね、やっぱり高山ラーメン。で、さっきも言ったこの煮卵。この味がこう、染みた煮卵がまた美味しいんです。やっぱりここまで来ないと食べれないっていう、そういうのがあります。はい、どうもありがとうございます。みんなありがとうね。気をつけて帰ります。香港から美味しいです。初めてです。すごく寒いです。ではすみません、ありがとうございます。お待たせしました。
ちょっと器熱いので気をつけてください。ちょっとささやってちょっと眩しいですけど、すいません。ゆっくり食べてください。ありがとうございます。Very good. Okay. Very good. One more. いいな、マレーシア。Cebu City is very hot. It's very nice. Yeah. Say hello to the girl. Yeah. 前は高山に住んどった2年間住んでたんです。そうなんですね。その時はここまだなかったの。これ食べに目的で来ました。そうね。美味しいです。嬉しいです。Thank you for waiting. Okay. Thank you. Very hot. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. すみません、お待たせしました。どうぞ。はい、すみません、お待たせしました。Thank you very much. It's very hot. Okay. Thank you. Outside a long time. Thank you very much. Thank you. Enjoy. It's okay. Thank you. 那个什么 HP 什么？どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そんなお土産持って。小林さん見た。小林さん。ああ、そうだ。渋いしな。はい、thank you so much。はい、もうね、いきます。これ一両さんからです。よし。OK。一両さん。お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。試験がそちが。すみません、お待たせしましたね。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。ありがとうございます。この正面からやろう。いや、美味しいです。多治見っていう下の方なんで、なんであんまり来れないんで。高山カウントですね。今日誕生日なんですよ。寄りたかったんで。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。いや、10番1個なんか教えてもらって誕生日やったね。そうですね。10番。はい、thank you so much. It's very hot. はい、thank you. すみません、お待たせしました。はい、どうぞ。お待たせしました。お待たせしました。はい、どうぞ。はい。カウンター一番奥までお願いします。1名様入ります。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。I can go with video with that. Okay, which is very hard. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you so much. Very hard. はい。
店員さんとか特に店長さんのもう人の良さが大好きで、それに加えてラーメン美味しいです。最高です。人の良さが出てますね、この間。すみません、ありがとうございました。Sorry, as I said, it's very cold day. It's a long time with my shop. Nice 3, 2, 1. Oh, good. Yeah, fantastic. 何もないんだよ。いいよ、いいよ。やっぱほぐすことが。そう、やっぱ問題は。潰すっていうのは縮めるとね、さらにな回転は早く1時間50ぐらい回転するね。一番早いの60ぐらい入れ時間も40秒ぐらいし作るのは300いいのかな、350ぐらい1日ですか？なんと材料多い時卵400はすると思うな。400で割れてダメになるやつもあるしね。200ぐらいは出るもんな。難しいです。そう、火加減がね。あと塩分濃度で固める感じだしね。そうですね。要は塩分で、そうだから塩分が薄いとどうしても中がまだ柔らかい。なかなか売れんな、やっぱな。なんかナンバーワンって書いてあったね。全然勢いだけで。勢いだけ。なんで一番美味しそうやったんで写真に載ってたので美味しい。味が全然関西にない味してるんで、はいはい。濃いけどそれが美味しいです。全然濃いけど別にそんななんかこってりじゃないし、さっぱりしてる濃さ全然美味しいですね。みんな顔は濃いでな、みんな。またゆっくり遊びに来よう。味がどんなんか分からなかったんですけど、醤油ベースですごい美味しかったなと思います。びっくりするほどあっさりで、はい結構向こうこってりなんで、はいあっさりなんかすごい好きなんですごい合いました。ああ、なるほど。はい。そうだ、めちゃめちゃ安かったもんな。有名店でずっと来たかったんですけど、もうずっと並んでるんでは来れなかったです、今まで。今日はちょっと並べそうだったんで。いや、めっちゃ美味しいですよ。さすがって感じです。いや、でもよかったもんな。愛がこもってる。はい、すみません、お待たせしました。That's good. So maybe so wait for 3 minutes. シンプルなんですけど、結構深みが感じられてすごい美味しいです。インスタグラムで知りました。このが一番美味しそうだったので。なんかすごいスープが美味しいですね。さっぱりしてると言いますか。でもなんか深さというか濃さみたいなのがあって、東京にない味だなと思います。Thank you so much. Thank you. Beautiful. Oh, thank you so much. 結構お客さんに話しかけてくれたりとか、一人一人を大切にしてくれるもんで、4、5年前とかから通いずっとここ通ってるんですけど、本当いろいろとよくしてくれるもんで、まあ味もそうですね、なんか本当田舎の濃い味っていうか、そういうのがちょっともう病みつきになって、ちょっと週1とかでまあ必ず食べには来てます。はい。下手したら親の顔よりもこっち見てみて。また遊びにしよう。皆さん本当すみません、ありがとうございます。まだ遠いですけど遊びにしてください。ありがとうございます。緑。私ピンク。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。
Thank you. I thank you so much. Have a nice day. Enjoy. 真ん中43。醤油だれですね。大体沸いてから2、30分ぐらい。ちょっと口固めにしたらいいかな。固めの方が美味しいですね、やっぱり。だと思うんですよね。はい。お店さんによったらね、やっぱり柔らかいのとかもあるんで、はい。それはこうだったら、その作る人の好みだから。もともとはあの人が大昔ラーメン屋やっとったんですよ。30年近く前ですね、スタートは。ほんでそこからしばらくやっとったんやけど、でその後にそのアメリカ行って、でこっち帰ってきてから一旦服屋をやりだして、で服屋やっとってまあでも時代がそのネットの時代になってるじゃないですか。こんなもう服屋なんかやっとれんなと。もういいよってなって、その時にちょうどラーメン屋やろうかな、もう一回やろうかなって言ってやりだしたんですね。一旦高いものを豆天狗でもしばらくおって、でその後まあもう十分できるでこうやってここに12年前にしばらくまた置いてたんです。この12月の頭って基本的に暇なんですよ。で大体150から200ぐらい、多い時で300から350、400手前ぐらいじゃないですかね。先生慣れておりました。先生慣れてる。魚粉の代わりですよ。詰め替え用に常に用意してる。で金沢にも当時麺屋白川1回オープンしてるんですよ、12年前に。あ、そうなんですか。そのもうオーナーは別で、はいはい。でここで勉強した子もおったんやけど、その子を辞めた後に入ったんです。当初はやっぱり夜がメインやったんで、最初この人は本当にもう丸々投資で休みもなしで、朝から朝方ぐらいまで、ここ休憩もなしでずっとしばらくやっとった。だって夜は大体だよ200人近くしとったよな。だからもうラーメン食わんしても来てたしな。ビールとチャーシューだけみたいな。昼は誰も来んかったよ。2人とか3人やったな、ひどい時。でも夜はもう絶対済ましちゃったな、地元の仲間がね。そうだからそうやって考えると、まあ地元のお客さんが9割やったもんな。地元9観光客1位なかったよ。9.5 ぐらいか。でもそれがな、もう昼やっていきたいっつって夜をやめたんやけど、途中急にでみんなに頭大丈夫かって言われてたよ。一番忙しい時間帯にやめたんだよ。
そのアイデアはどっから来たもうんですか？絶対やる自信があった、その時は。ちょっとずつ増えてきとったしな、昼もな、徐々に。だからもう夜、朝までやるともう死ぬには結局。やったらもう切って、全開で昼やろうと思って。最初やってたけどな、3年半ぐらいは寝ずに、あんまり。でもやっぱり、もう眠気で、対応ができなくなってくるし、やったら思い切っても閉めるかっつってな、夜。余裕できる。いや、一晩までですかね。夜までですか。夜止めに来るんで。出しよう。あれがおった時はね、まだ。工事。なんやかんや付き合いが長いんで、もうだから僕はあの人が22で僕16の時に知り合って、僕は高1の時に知り合って、もう28年の付き合いです。いやもう腐れ縁みたいなその先輩ではあるけど。簡単に言うと卵って殻があって皮があって白身があって黄身があるじゃないですか、その殻と皮のところに浮きが出てくるんですよ、これは、まあ、空気を抜かすのかな、めちゃくちゃ剥きやすいです。これやるとやらんでもう全然ちゃう。茹でた時間ぐらいは冷やしてる。そうすると結構ペロッとめくりやすい。ね、簡単にめくれてくるでしょ。すごいですよね。こんなに。あとやっぱ水の中でめくってのが楽ですね。この皮が浮きやすいんで、さらに。ひびも本当に全体に入れると楽ですね。ほら、簡単にポロポロ取れてるでしょ。ほら。火消して。やっぱやれるときはとかとな。ちょっと早くしてもらっていいですか。何がですかっていうやつ。もう食べるなら帰るなら帰る。
いやいや、俺も別に本当に従ってけど。言えば言うだけ。カレーやりてんだからキッチンカーで。カレーはいいっしょ。もうカツコンやってまうで。めっちゃ面白いね。そんなキャラクターのラーメンの信号も結構響いてて。よし、がっつり取ってるよね。完璧やな。バッカスも。終わる。